皆さんこんにちは。写真表現ゼミへようこそ。写真家の井上博樹です。まずはこの作例を見てみましょう。子狐です。瞳孔が大きく開いていることからわかるように、薄暗いところでの撮影でした。多くの車が行き交う幹線道路ののり面が彼らの巣穴。夜の帳が降りて彼らの時間が始まり、街灯と行き交う車のほのかな明かりの中での撮影でした。このようなシーンの撮影でよりうまく撮り残すにはどうしたら良いのでしょうか。そこで今回はそんな低光量環境での撮影のコツを具体的な作例とともに撮るときと仕上げるときの角度からお話をしていきたいと思います。日没後暗くなっていく時間帯になってようやく巣穴から起き出してきたのがエゾモモンガ。エゾモモンガの撮影は大変で、明るい時間帯に出てきてくれると撮りやすいのですが、多くの場合は日没から日の出前が彼らの時間ですから、日没後のどんどん暗くなる森の中で撮れなくなっちゃうぞ、出てくるならぜひ今のうちにお願いなんて願いながらの撮影になりがちです。このように薄暗いシーンでは高感度に強いカメラを使うことができると安心です。ISO感度を上げるとより多くの光を捉えることができますが、同時に増えてくるノイズの問題も考慮する必要があります。今日のデジタル一眼カメラの中には高感度撮影をした時にノイズがとても少ない写真を得ることができるモデルもあります。薄暗いシーンばかり撮影することを予定しているのであれば、高価であってもこのようなカメラを導入することもできますが、多くの場合は様々なシーンでの撮影を予定しているわけで、なかなか簡単に導入するわけにはいかないものです。こちらは日没後に撮影していたキタキツネの親子。これもかなり暗い時間帯の撮影でした。ありがたいことに近頃の各カメラメーカーのフラッグシップ機となるとノイズの傾向は均一な印象ですし、 ISO1600 から3200程度であれば暗めにローで撮影しておいて、後にデジタル現像してもノイズをうまく減らした仕上げができるようになってきています。しっかりとカメラをホールドしたり、三脚や一脚を使ったり、この時は窓枠に載せたビーンズバッグにカメラを載せて慎重にシャッターを切っています。ロー現像する前の取って出しの写真も見ておきましょう。この時はまず絞り値を最も明るく F2.8 に、そして ISO 感度を1600と決めました。次にシャッター速度を考えます。ロー現像の時にノイズとなんとか付き合いそうなギリギリの明るさになるように、かつ手ブレと被写体ブレを一定程度覚悟した160分の1秒というシャッター速度で撮影しています。結果として肉眼で見た時よりは少し明るく映っているものの、かなり暗いデータになってしまいました。でもね、大丈夫です。昨今のデジタル一眼カメラのセンサーの性能はどんどん進化していますから、ISO1600 でアンダー気味のローで撮っておけば、後で綺麗に露出補正をロー現像アプリ上で行うことができます。そして改めて見てみましょう。多少暗く映っていても ISO 感度を著しく上げていなければ、そして手ブレや被写体ブレが少ないカメラの固定方法やシャッター速度がうまく選択できていると、先ほどのカメラのように超高感度に強いカメラで撮影していなくても汎用的なモデルそのうちでも高級なやつでロー現像でうまく仕上げることができることもあるということが見えてくると思います。ほのかな光の中で綺麗に撮るためには、カメラ本体の高感度性能に加えてカメラのホールド方法も大切なのですが、レンズも大切です。開放 F 値が小さな明るいレンズを使うことも理想的と言えるでしょう。カメラのセンサーにより多くの光を届けることができて、結果としてシャッター速度を速くすることができてブレ防止につながったり、感度を下げることができてノイズ低減に役立ってくることになるのです。この子狐を撮ったのは7月初旬の午後7時半。いくら緯度が高い北海道とはいえだいぶ薄暗くなり始めている時間でした。できるだけノイズを少なく撮りたかったので 135mm の F1.8 という明るいレンズを使って撮影をしています。この子狐は左後ろの足を失うという痛ましいハンデを持っているのですが、ハマナスが咲く海岸で元気に過ごしていました。転げ落ちるように進む秋。先週よりも弱々しくなってきた秋の虫の音が聞こえる中、うっすらと冬毛をまとい始めたキタキツネの顔を残照が優しく照らしています。ほのかな光の中で綺麗に撮るための工夫としてシャッター速度の選択があります。このゼミをいつもご覧の皆様だと、今回お見せしてきた動物写真のシャッター速度がだいぶ遅いことに気づかれていることと思います。
これらの遅いシャッター速度を決定するプロセスとしては、まず使用しているカメラの性能との関係で上限と自分自身が考える ISO 感度を決めます。その上で、ロー現像でシャドウを持ち上げてもノイズが目立たないギリギリの暗さとなるように、かつそのシーンでの動物の動きの可能性を考慮して、連写をした時に一定程度のぶどまりが期待できるような、そんなシャッター速度を決めていきます。この時はまず ISO1600 を決めて、次にこのキタキツネがあまり動いていなかったので、400分の1秒という動物を撮影するには遅めのシャッター速度で撮影をしました。湿気が多い夜、羽田空港からの最終便が翼端から渦を引きながら旭川空港に滑り込んできました。このようなシーンではどういったシャッター速度の選択をすべきでしょうか。できるだけ明るく撮影したいことから選んだ明るい F1.8 のレンズですから、絞り値は F1.8、これ確定です。また感度は後のロー現像でシャドウを持ち上げることを考えると ISO1600 が良さそうでした。衝突防止灯のストロボが点灯している瞬間を撮るためには遅めのシャッター速度で連写をするのが効果的です。また画角の中を手前そして奥方向に移動する飛行機はシャッター速度が遅くてもブレて見えにくいこともあり、40分の1秒という飛行機を撮るにはかなり遅いシャッター速度を選択して撮影をしています。さあ、こちらの作例は離陸。この薄暗さで奥行き方向ではなく横方向に飛行機が動くのを撮影する時のシャッター速度は1000分の1秒あたりで撮りたいものなのですが、この薄暗さの中ではそうするとセンサーに届く光量が少なすぎて厳しい状況になってしまいます。このようにシャッター速度をどうしても速くできないときは発想を変えてシャッター速度を遅くしてしまってISO感度をノイズを許容できる値まで下げて撮影するという方法もあるでしょう。400mm のような超望遠レンズを使うと被写体の背景までの距離にもよりますが、この場所では125分の1秒でこれぐらい流れました。もちろん流し撮りは100発100中で撮れるものではないので、連写をすることで成功カットを得る確率を高めることが多いです。連写した甲斐もあって、基礎にはバッチリとピントが合ってるだけでなくブレがない。そして背景は程よく流れていて、さらに言うと空港ターミナルビルの旭川のネオン看板がちゃんと見えてるという見事な一枚になりました。こういう一枚が撮れるとニヤニヤしてしまいますよね。ほのかな光の中でより綺麗に撮るためには高感度に強いセンサーのカメラを使うこと、使用するカメラのノイズ感を把握しておくこと、ロー撮影とロー現像をすること、明るいレンズを使用すること、シャッター速度とISO感度をギリギリまで調整するということ、これがね大切なのかなと思います。ここからはほのかな光の中で綺麗に仕上げるためにということで、撮影後のロー現像をしていく時のコツについてお話をしたいと思います。さあ、こちらの作例、懐かしい1世代前の政府専用機、ボーイング747ですね。飛行機好きとしては近頃はほとんど見かけなくなってきている4発機を見ると興奮してしまいます。ねえ、ジャンボはかっこいいですよね。そしてこのシーンでの問題は、被写体を照らす光源の種類によって色が異なってきてしまうという問題があります。肉眼で見るのとは色味がずれてしまうんですね。ここでは垂直尾翼を照らすライトと背景の街明かりの光源の色が異なっていて、飛行機の色に忠実に仕上げると背景の街がほんのり緑がかってしまいました。そこでこの赤枠の部分だけをマスクして、緑の反対側赤い色に色素を振って肉眼で見た時の色に寄せていくという仕上げをしています。飛行機のライトの光源と街明かりの光源の色の違いを意識しながら肉眼で見た時に寄せて別々に仕上げたのがこちら。だいぶリアルになったと思います。ここで大切な概念は、カメラのセンサーで捉えた色だけが正しいと思い込まないことです。確かにそういった光をセンサーが捉えて定量的に処理されて画像として出力をされたという意味では科学的には正しいと言えます。しかし人間の目は色についてもう少しファジーというか適応能力が高いと言えます。この人間の目の感覚に近い見え方を目指したという意味との関係では、カメラのセンサーが捉えた色というのは必ずしも正解とは言えないことに注意が必要です。夕闇が忍び寄る旭川空港に
羽田空港からの夜便が到着しました。飛行中の西日が眩しかったのか、機体左側の機層のいくつかのシェードが降りているのがわかります。さてこのカットはロゴ灯に照らされた垂直尾翼の白い部分が白飛びしないように撮影をしました。デジカメで撮影するとこのような雰囲気に映ることは理解できるのですが、肉眼で見ている時と比べると違和感がありませんでしょうか。厳密に言えば人それぞれが見えているものが少しずつ違うので、色について確定的に言いづらいこともあるのですが、ロゴ灯に照らされた以外の場所、背景が青すぎるのです。そこでロゴ灯に照らされている垂直尾翼、その明かりを反射している飛行機の胴体の後部、テールコーンのところですね。この部分と暮れゆく空のわずかに青みがかった色の光に照らされた機体や翼、背景の山々それぞれについて老現像する際に別々の色の補正を施しています。被写体を照らす光源の種類によって肉眼で見るのとは大きくずれる色合いを部分ごとに修正することは、ほのかな光の中できれいに仕上げるためのコツの一つと言えます。夜遊びをしている小狐を撮った一枚。街灯の明かりだけで撮るにはあまりに暗いシーンです。この時 F1.8 という明るいレンズを使っても125分の1秒というシャッター速度にすると ISO 感度は2万になってしまいました。老現像で明るさや色味を整えた時、これだけのノイズが見えていました。これはちょっときつい、ザラザラです。そこでこのほのかな光の中で撮った小狐のカットのノイズを効果的に減らしてより綺麗に仕上げるために使ったのが Adobe Lightroom Classic に搭載されているノイズ除去機能、 AI 人工知能の技術を使ったノイズ除去機能で細かいディティールを保ったまま強力にノイズを減らしてくれる機能です。すでに体験されたり実際に使っている方も少なくないことと思いますが、2023年4月に実装されたこの機能は革命的な効果を見せてくれています。さあその効果を見てみましょう。いかがでしょうか。かつてのノイズ低減処理はのっぺりとした仕上がりになりがちでしたが、これは違います。ディティール、細かな部分が潰れずに維持されているのです。ノイズが見えやすいボケの中の階調も豊かと言えるでしょう。一度使うとやめられないのが Adobe Lightroom Classic に搭載されているノイズ除去機能。対応しているファイル形式は RAW であって JPEG ではないことに注意が必要です。また似た名前で異なるアプリの Adobe Lightroom や Lightroom Mobile にはこの動画を制作している2024年1月現在、この機能がまだ実装されていない点にも注意が必要でしょう。またこの機能を使う際は AI 人工知能の技術を使ったマスク処理である AI マスクやオブジェクト検出などを使用する前に実行しておくことをお勧めします。ノイズを除去することでディティールの輪郭に変化が見えてしまう可能性があるためです。これも気をつけましょう。ほのかな光の中で撮られた写真をより綺麗に仕上げるためには、現像時に光源ごとに異なる色温度の調整をその部分ごとにすること。そしてノイズ除去は AI 人工知能の技術を使った処理によって少し前とは比べ物にならないくらい効果的になっていることを知り、その感覚を次のほのかな光の中での撮影における ISO 感度の設定にフィードバックさせていくようにすることをお勧めします。今回はほのかな光の中でというテーマで、低光量環境での撮影のコツを具体的な作例とともに撮るときと仕上げるときの角度から見てきました。今回ご紹介した考え方やコツを私たちの日常にあふれるほのかな光を捉える皆様の写真表現に生かしていただけると幸いです。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方はいいねを、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。